皆様こんにちは、セリナです。今回は5月2日発売、スック2025サマーコレクションよりシグニチャーカラーアイズの限定色147春影148萌えひなたをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画ではスックのサマーコレクション限定アイシャドウ2種類をレビューしていきますので、このアイシャドウはどのパーソナルカラータイプにおすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実物を試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など、自分の得意な特徴に当てはめてコスメを選びやすいように解説していきますので、少しでもコスメ選びのお役に立ったら嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた2025年サマーコレクションのご紹介やベースメイクの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。スックシグニチャーカラーアイズサマー限定色147春影148萌えひなた。人差しの影を落としたようなくすみ感のあるコントロールカラーを一つのパレットに詰め込んだアイシャドウ。147春影はブリーチオレンジ×ディープコーラル。ソフトなブリーチオレンジとディープコーラルの濃淡にパープル味を帯びたピンクと淡いピンクのパールで抜け感をプラス。ヴィンテージライクな色合いでエフォートレスな雰囲気に。148萌えひなたはウォッシュドピンク×バーントピンク。あせたようなウォッシュドピンクに赤みの強いバーントピンクを合わせ、シルバーとパープルのパールのアクセントを添えて、ノスタルジックでセンシャルな印象の目元に仕上がるパレット。それでは147の春影からご紹介していきます。147春影、パレット1色ずつをパーソナルカラーに向けると、左上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。少しくすんだ明るいパープルのベースに、パープル、グリーン、シルバーのラメが輝きます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメアクセントとして使いやすいです。右上はブルベ夏におすすめ。ほんのり青みを感じる明るいピンク。角度によってパールの艶めきを感じます。青み、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ライトサマー、ブライトサマーにおすすめ。左下はイエベ春におすすめ。明るく柔らかいニュアンスのオレンジにゴールドの微細ラメが輝きます。黄身、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。右下はイエベ秋におすすめ。くすんだ黄身レッドのベースにゴールドの微細ラメが輝きます。黄身、くすみ、深い色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ミューティッドオータム、ストロングオータムにおすすめ。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらは大粒のラメがたっぷり入っていて、かなり華やかに仕上がります。ベースの粉質はしっとりしているので、まぶたにスッと馴染んでいく感じで使いやすいです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。ベースのパープルもしっかり発色しつつ、その上に大粒のラメがきらめくので、単色塗りでも程よい陰影感とラメ感を同時に楽しめます。粉質はしっとりしていますが軽やかなので、カラーが溜まることもなくとても塗りやすいです。続いて右上のカラーです。こちらもかなり軽やかな粉質ですね。透け感がある柔らかい発色なので、濃い色のアイシャドウが苦手な方にも使いやすいと思います。2色目、単色塗りだとこんな感じです。色味自体は淡いですが、
指で何度かしっかり重ねていくと、このくらい発色を楽しめます。中に入っている微細なパールが透明感を演出してくれるので、カラーは楽しめますが、程よい透け感が残るところが絶妙です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは一塗りでもしっかり発色を楽しめるタイプですね。内側からじわっと滲むような質感がとても可愛いです。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。こちらのカラーは一塗りでも結構しっかり発色を楽しめましたが、粉質も相まって柔らかさも残してくれるところがすごく絶妙です。手元で見た時よりもパールやラメは控えめに発色します。最後、右下のカラーです。こちらは今回のパレットの中で一番深みがありますが、暗く沈みすぎないので、柔らかいニュアンスの締め色やミディアムカラーとしても使いやすそうですね。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。反対に塗っているオレンジと同様、こちらも一塗りでしっかり発色を楽しめました。パレット見たままの絶妙なくすみ感のあるレッドがそのまままぶたの上でも楽しめます。発色はしっかりしていますが柔らかい粉質なので指で塗ってもグラデーションが作りやすいです。角度によって微細なラメが艶めいくところもすごく綺麗ですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。ではここからは147の春影、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。黄身と青みのバランスがいいパレットでしたが、今回のメイクではこのオレンジのカラーをメインに使っていきたいと思います。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。黄身カラーの2色を組み合わせると、落ち着いた大人っぽさの中に柔らかさも感じられます。続いて右上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。チップを使って下まぶたに塗ると、中に入っているパール感が光って特に可愛いです。最後、左上のカラーを指に取って、上まぶた全体に重ねていきます。147の春影、全色を使ったメイクが完成しました。上の2色は青み系のカラー、下の2色は黄身系のカラーと、すっくらしい配色のパレットだったので、今回のメイクでは黄身カラーをベースに使った後、下まぶたと上まぶたのアクセントに青みカラーを組み合わせて、柔らかさの中に透明感を感じるメイクに仕上げてみました。今回締め色も暗すぎないカラーだったので、指で広めの範囲に塗ってみましたが、程よくまぶたに陰影はつけつつ、柔らかいカラーを保ってくれるところがすごく素敵だなと思います。柔らかく透明感あふれる夏メイクに仕上げたい時にとてもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いては148の萌えひなたをご紹介していきます。148萌えひなた。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ冬におすすめ。青みの強いパープルのベースに、シルバー、ブルー、パープルの大粒ラメが輝きます。青み、強い輝きが得意なブルベ冬全般のラメアクセントとしておすすめです。右上はブルベ冬におすすめ。青みの強い明るく鮮やかなパープルピンクに、角度によってブルーのパールが艶めきます。青み、クリアな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、クールウィンターにおすすめ。左下はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。黄身にも青みにも寄りすぎない明るいピンクのベースに、パールが自然に艶めくカラー。イエローベース、ブルーベース問わず、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。右下はブルベ夏におすすめ。少しくすんだ青みピンクカラー。ラメやパールは控えめです。
青み、くすみが得意な方、ブルベナッツ全般におすすめです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。まずは左上のカラーです。こちらは147の左上のカラーよりもさらにラメの粒が大きくて、光り方も強い感じがします。かなり華やかなラメカラーで綺麗ですね。1色目、単色塗りだとこんな感じです。ベースのカラーが手元で見るよりもさらに寒色ニュアンスが強くて、シルバーっぽく発色するので、とてもクールで大人っぽいラメカラーに感じます。華やかな大粒ラメを楽しみたい時におすすめですね。続いて右上のカラーです。こちらもしっかり発色しますが、絶妙な透明感が残りますね。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。パレット見たままのような青みの強いパープルがそのまままぶたの上で発色します。ベースのカラー自体もクリアですが、中に入っているパールが内側から発光するように透明感を与えてくれて、ものすごくいい粉質だなと思います。クールで透明感あふれる大人っぽい目元に仕上がりますね。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらもしっとりしていて柔らかい粉質ですね。やはりラメやパールはまぶたの上にのせるとすごく落ち着いて見えます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。青み系のカラーで揃っている今回のパレットの中で、唯一黄みにも青みにも寄りすぎないニュートラルな明るめピンクのカラーです。まぶたの上でもこの絶妙な色味の感じがしっかり出ていてとても綺麗だなと思います。中に入っているパールはかなり肌に馴染んで透明感のある柔らかいマットのように発色します。最後、右下のカラーです。こちらも今回の中で一番発色がしっかりしていますが、深みが出すぎないので、明るい印象を保ってくれる締め色からミディアムカラーまで使いやすいですね。一塗りでもしっかり発色するタイプです。4色目、単色塗りだとこんな感じです。発色もしっかりしていて鮮やかさもありますが、どこかくすみのニュアンスを絶妙に感じるところがすごくスクらしいなと思います。こちらもラメやパールはかなり控えめですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは148萌えひなた全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。全体的に青み系のピンクパープルで揃っているパレットだったので、このパレットの中で唯一のニュートラルカラーを今回はベースに使っていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締めとしてのせていきます。この2つはラメやパールが控えめなので、2色でグラデーションを作ると柔らかくふんわりした雰囲気を楽しめます。続いて左上のカラーを付属のチップの太い面に取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにしっかり青みを感じるカラーを入れることで透明感がアップしていきます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。ふんわり柔らかいカラーと大粒ラメのコントラストが綺麗です。148の萌えひなた全色を使ったメイクが完成しました。こちらは4色中3色が青み系のピンクカラーで構成されているパレットでしたが、パレット唯一のニュートラルピンクをメインに使うとこんな感じで、柔らかさと透明感のメリハリがある目元に仕上がりました。下まぶたと上まぶたのアクセントに使ったカラーはかなり青みが強い寒色系なので、柔らかい雰囲気の中に大人っぽいクールなニュアンスをプラスしてくれてとても可愛いです。ふんわりした柔らかい質感と大粒ラメのコントラストがすごく綺麗ですね。切で見るとこんな感じです。
はい、ではこんな感じで5月2日発売、スックサマーコレクション限定アイシャドウ2種類をご紹介していきました。どちらのパレットもふんわり柔らかい粉質と大粒ラメのバランスがすごく良くて、カラーはもちろんですが、質感が特に絶妙だなと思いました。今回ご紹介したアイテムは全て数量限定となっておりますので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。